春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、データテーブルを使って、複数の NPC に対応できる会話システムを作ってみようと思います。NPC に話しかけてみた会話システム。早速作っていきましょう。1、構造体とデータテーブルの作成。構造体とデータテーブルを作成します。1-1、構造体の作成。右クリック、ブループリント、構造体。名前を STNPC トークにします。ファイルを開きます。デフォルトの変数を選択します。変数名 NPCID、ネーム型にします。プラス変数を追加より、変数を追加します。変数名セリフ、テキスト型にします。展開します。複数行テキストを有効にします。保存して閉じます。1-2、データテーブルの作成。右クリック、その他、データテーブル、構造体を選択で作成した構造体 STNPC トークを選択します。名前を DTNPC トークにします。ファイルを開きます。プラス追加より、行を追加します。行の名前をダブルクリックして、半角位置にします。NPCID に NPC の名前を記入します。セリフにこの NPC が話すセリフを記入します。シフトプラスエンターで開業できます。保存して閉じます。2、NPC アクションリスト EJ の作成。NPC に近づいた時に表示するアクションリストを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMGNPC アクションリストにします。ファイルを開きます。2-1、デザイナーを開きます。パネル、キャンバスパネルをドラッグ&ドロップします。フィルスクリーンからデザイアーに変更します。一般、テキストをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前をパートテキストにします。イズバリアブルを有効にします。アンカーを中心にします。1xy、サイズ xy をリセットします。アラインメントを 0.5、0.5にします。サイズ2コンテントを有効にします。コンテンツ、テキストに NPC アクションを記載します。今回は話すにします。カラー&オパシティを黒色にします。一般、イメージをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前をバックイメージにします。アンカーを中心にします。1x を 32.0、1y を -16.0 にします。サイズ xy を 32.0 にします。一般、テキストをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前をキーテキストにします。イズバリアブルを有効にします。アンカーを中心にします。1x を 32.0、1y を -16.0 にします。サイズ xy を 32.0 にします。コンテンツ、テキストに実行するキーボードキーを記載します。今回は E を記述します。カラー&オパシティを黒色にします。フォントサイズを20にします。ジャスティフィケーションを中央にします。コンパイルして保存します。3、セリフフレームウィジェットの作成。NPC のセリフを表示するフレームを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG セリフフレームにします。ファイルを開きます。3-1、デザイナーを開きます。パネル、キャンバスパネルをドラッグ&ドロップします。一般、イメージをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前をバックイメージにします。アンカーを下中央にします。1x を -900.0、1y を -350.0 にします。サイズ x を 1800.0 にします。サイズ y を 300.0 にします。カラー&オパシティのアルファを 0.5 にします。一般、テキストをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前を NPC ネームテキストにします。イズバリアブルを有効にします。アンカーを下中央にします。1x を -850.0、1y を -320.0 にします。サイズ x を 250.0 にします。サイズ y を 40.0 にします。
カラーオパシティで青色にします。RGB を 0.0、0.0、1.0 にします。コンテンツ、テキストに NPC ネームと記述します。一般、テキストをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前をセリフテキストにします。イズバリアブルを有効にします。アンカーを下中央にします。1x を -850.0、1y を -260.0 にします。サイズ x を1700にします。サイズ y を 170.0 にします。コンテンツ、テキストにセリフブロックと記述します。カラーオパシティを黒色にします。一般、テキストをキャンバスパネルにドラッグ&ドロップします。名前をネクストテキストにします。アンカーを下中央にします。1x を 600.0、1y を -125.0 にします。サイズ2コンテントを有効にします。コンテンツ、テキストにエンターと記述します。カラーオパシティを黒色にします。3-2、グラフに移動します。カスタムイベント EV セリフフレームを配置します。NPC ネームテキストを配置します。NPC ネームテキストより、セットテキストノードを配置します。EV セリフフレームノードにつなぎます。インテキストピンを EV セリフフレームノードにドラッグします。詳細パネル、インプットで、件数名を UNPC ネームにします。セリフテキストを配置します。セリフテキストより、セットテキストノードを配置します。セットテキストノードにつなぎます。インテキストピンを EV セリフフレームノードにドラッグします。詳細パネル、インプットで、件数名を言うセリフにします。コンパイルして保存します。4、NPC の作成。NPC を作成します。BP サードパーソンキャラクターをドラッグして作業用フォルダに複製します。名前を BPNPC にします。ファイルを開きます。4-1、不要な処理の削除。イベントグラフを開きます。すべて選択して削除します。4-2、不要なコンポーネントの削除。コンポーネントパネルのカメラを削除します。フォローカメラを選択して削除します。カメラブームを選択して削除します。4-3、NPC ネームの追加。件数のプラスをクリックして、件数 NPC ネーム型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、テキストレンダーコンポーネントを追加します。詳細パネル、1を 0.0、0.0、90.0 にします。テキストレンダーカラーを黄色にします。詳細パネル、テキスト、ホリゾンタルアラインメントをセンターにします。コンストラクションスクリプトに移動します。テキストレンダーコンポーネントを配置します。テキストレンダーコンポーネントより、セットテキストノードを配置します。件数 NPC ネーム、ゲットノードを配置します。バリューにつなぎます。コンストラクションスクリプトにつなぎます。4-4、NPC カメラの追加、ビューポートに移動します。コンポーネントパネルより、カメラを追加します。名前を NPC カメラにします。1を 120.0、0.0、60.0、回転を 0.0、0.0、180.0 にします。コンストラクションスクリプトに移動します。NPC カメラコンポーネントを配置します。NPC カメラコンポーネントより、セットリラティブロケーションノードを配置します。ニューロケーションピンに 120.0、0.0、60.0 を記入します。右クリックして、件数へ昇格します。名前を NPC カメラロケーションにします。インスタンス編集可能を有効にします。一旦、コンパイルします。値を入れてから変数へ昇格すると、デフォルト値に値が設定されます。セットテキストノードにつなぎます。コンパイルして保存します。NPC をレベルに配置します。詳細パネル、デフォルト、NPC ネームに NPC の名前を記入します。詳細パネル、デフォルト、NPC カメラロケーションで NPC のカメラを調整します。5、
UMGNPC アクションリストの表示、非表示。NPC の右上にアクションリストを表示します。BTNPC を開きます。その1、アタッチポイントの配置。UMGNPC アクションリストを配置する場所を指定するために、アローコンポーネントを追加します。コンポーネントパネルのプラス追加より、アローコンポーネントを追加します。名前をアタッチポイントにします。これは、アクションリストを表示する場所です。ビューポートに移動します。位置を 10.0、-30.0、80.0 にします。アローが長いので、アローレンクスを 10.0 にします。その2、UMGNPC アクションリストの配置。アタッチポイントの箇所に UMGNPC アクションリストを配置します。アタッチポイントを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、イジェットコンポーネントを追加します。アタッチポイントの配下に追加されていることを確認します。詳細パネル、ユーザーインターフェース、スペースをスクリーンにします。常にプレイヤー側に向いてくれます。イジェットクラスに表示する WIDGET UMGNPC アクションリストを指定します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。UMGNPC アクションリストが表示できましたね。その3、UMGNPC アクションリストの非表示、初期値。デフォルトではアクションリストを非表示にします。BTNPC を開きます。イベントグラフに移動します。イベントビギンプレイノードを配置します。コンポーネントパネルより、WIDGET を配置します。WIDGET より、GetWidget ノードを配置します。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を UMGNPC アクションリストにします。イベントビギンプレイノードにつなぎます。変数 UMGNPC アクションリスト、セットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。変数のプラスをクリックして、変数リストオープン、ブーリアン型を追加します。アクションリストが開いているかどうかです。変数リストオープン、セットノードを配置します。フォールズにして、セットビジビリティノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。UMGNPC アクションリストが非表示になりましたね。その4、コリジョンの追加。NPC のコリジョンに入るとアクションリストが表示され、コリジョンから出るとアクションリストが非表示になるようにします。BTNPC を開きます。ビューポートに移動します。プレイヤーと接触するボックスコリジョンを追加します。コンポーネントパネルより、プラス追加でボックスコリジョンを追加します。名前をボックスコリジョンにします。位置を 75.0、0.0、0.0、大きさを 1.5、1.5、2.0 にします。ボックスコリジョンを選択した状態で、詳細パネル、コリジョンプリセット、オーバーラップオールダイナミックにします。静的、スタティックなものはオーバーラップオール、動くもの、動的なものは、オーバーラップオールダイナミックにしておくのが無難です。今回 NPC は特に立たせたままにしますが、NPC を歩かせることもあるので、オーバーラップオールダイナミックにします。一旦、コリジョンを見えるようにします。レンダリング、ハイデンインゲームを無効にします。その4の1、UMGNPC アクションリストの表示、コリジョン侵入時、コリジョンに触れるとアクションリストが表示されるようにします。コンポーネントパネルのボックスコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加より、オンコンポーネントビギンオーバーラップを選択します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。プレイヤーを指定します。キャスト 2BP マイプレイヤーキャラクターノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。アザーアクターピンにつなぎます。As BP マイキャラクターピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をマイプレイヤーにします。変数 UMGNPC アクションリスト、ゲットノードを配置します。変数 UMGNPC アクションリストより、セットビジビリティノードを配置します。変数マイプレイヤー、セットノードにつなぎます。インビジビリティをビジブルにします。変数リストオープン、セットノードを配置します。トゥルーにして、セットビジビリティノードにつなぎます。その4の2、UMGNPC アクションリストの非表示、コリジョン退去時、
NPC のコリジョンから出るとアクションリストを非表示にします。コンポーネントパネルのボックスコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加より、オンコンポーネントエンドオーバーラップを選択します。イベントグラフにオンコンポーネントエンドオーバーラップノードが追加されます。プレイヤーの指定を複製してつなぎます。NPC アクションリストの表示を複製してつなぎます。セットビジビリティノードのインビジビリティをハイデンにします。変数リストオープン。セットノードをホールズにします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。コリジョンに入るとアクションリストが表示され、コリジョンから出るとアクションリストが非表示になりましたね。6. セリフフレームの表示。E キーを押すとセリフ用のフレームが表示され、NPC のセリフが表示されるようにします。操作キャラクターのブループリントを開きます。6-1 WeJet の事前読み込み。 UMG セリフフレームは事前に読み込んでおきます。Create WeJet ノードを配置します。イベント Begin Play ノードにつなぎます。クラスで UMG セリフフレームを指定します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前を UMG セリフフレームにします。6-2 データテーブルの読み込み。カスタムイベント EV セリフフレームを作成します。ゲットで他テーブルローノードを配置します。カスタムイベント EV セリフフレームにつなぎます。データテーブルで DTNPC トークを指定します。変数のプラスをクリックして変数ローナンバー、インテジャー型を追加します。コンパイルします。デフォルト値はデータテーブルの行番号が1から始めたので1にします。変数ローナンバー、ゲットノードを配置します。変数ローナンバー、ゲットノードより2ストリングノードを配置します。2ストリングノードをローネームピンにつなぎます。6-3 WeJet の表示。UMG セリフフレームを表示するようにします。UMG セリフフレーム内のカスタムイベント EV セリフフレームを読み込みます。変数 UMG セリフフレームを配置します。変数 UMG セリフフレームより EV セリフフレームノードを配置します。データテーブルローノードのローファンドにつなぎます。アウトローピンを右クリックして構造体ピンを分割します。UNPC ネームピンをアウトロー NPCID ピンにつなぎます。U セリフピンをアウトローセリフピンにつなぎます。変数 UMG セリフフレームより Add2View ポートノードを配置します。EV セリフフレームノードにつなぎます。変数のプラスをクリックして変数フレームクローズド、ブーリアン型を追加します。コンパイルします。デフォルト値を True にします。変数フレームクローズド、セットノードを配置します。フォールズにします。つまり UMG セリフフレームが表示状態ですね。Add2View ポートノードにつなぎます。E キーノードを配置します。カスタムイベント EV セリフフレームをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。セリフフレームが表示されるようになりましたね。ただ、まだむちゃくちゃですね。様々な情報を取得し、条件を追加していきます。7. NPC の情報の取得。NPC の名前など NPC の情報、変数を取得します。NPC から操作キャラクターへ情報を渡します。7-1 ブループリントインターフェースの作成。ブループリント間での変数の受け渡しなので、ブループリントインターフェースを使います。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPINPC トークにします。ファイルを開きます。関数名を BPINPC トークにします。詳細パネル、インプットで変数を4つ追加します。リストオープン、ブーリアン型、NPC ネーム、ネーム型、NPC カメラ、カメラコンポーネント型、UMGNPC アクションリスト、ユーザーウィジェット型。保存して閉じます。7-2 BPI の実装。操作キャラクターのブループリントを開きます。上部メニューバーのクラス設定をクリックします。詳細パネル、インターフェース、実装インターフェースの追加プルダウンメニューで
DPIN キーシートークを選択します。マイブループリントパネル、インターフェースに DPIN キーシートークが追加されます。一旦、コンパイルして保存します。7-3、メッセージの実装。NPC から操作キャラクターに変数を送ります。DPN キーシーを開きます。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードの後ろに追加します。DPIN キーシートーク、メッセージノードを配置して、つなぎます。変数マイプレイヤー、ゲットノードを配置します。ターゲットピンにつなぎます。変数リストオープン、セットノードをリストオープンピンにつなぎます。変数 NPC ネーム、ゲットノードを配置します。NPC ネームピンにつなぎます。NPC カメラコンポーネントを配置します。NPC カメラピンにつなぎます。変数 UMGNPC アクションリスト、ゲットノードを配置します。UMGNPC アクションリストピンにつなぎます。オンコンポーネントエンドオーバーラップノードの後ろにも追加します。DPIN キーシートーク、メッセージノードと変数をコピーして貼り付けます。コリジョンから出ていくときは、アクションリストの情報だけが必要になります。リストオープンピンをつなぎます。NPC ネームは不要なので切断します。NPC カメラは不要なので切断します。コンパイルして保存します。7-4、DPI イベントの実装。操作キャラクターを開きます。NPC から受け取った変数を変数に格納します。インターフェース、DPIN キーシートークを右クリックして、イベントを実装します。各ピンを右クリックして、変数へ昇格します。検証用として、プリントストリングノードをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。NPC の変数情報が取得できてますね。8、ファーストローナンバーの取得。データテーブル内の NPC 名と NPC から取得した NPC 名を照らし合わせて最初の行番号を取得します。操作キャラクターのブループリントを開きます。8-1、データテーブル内の NPC 名。データテーブル内の NPC 名を取得します。カスタムイベント EV ファーストローナンバーを作成します。ゲットで他テーブルローノードを配置します。カスタムイベント EV ファーストローナンバーにつなぎます。データテーブルで DPN キーシートークを指定します。変数ローナンバーゲットノードを配置します。2ストリングノードを配置します。ローネームにつなぎます。アウトローを右クリックして構造体ピンに分割します。アウトロー NPCID を右クリックして変数へ昇格します。名前を NPCID にします。8-2、NPC ネーム判定。データテーブル内の NPC 名と NPC から取得した NPC ネームが一致するか判定します。ブランチノードをつなぎます。変数 NPCID、セットノードよりイコールノードを配置します。変数 NPC ネーム、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。コンディションにつなぎます。8-3、行番号と NPC 名の取得。一致した時の行番号と NPC 名を取得します。変数のプラスをクリックして、変数ネームファンド、ブーリアン型を追加します。変数ネームファンド、セットノードを配置します。トゥルーにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数のプラスをクリックして、変数ファーストローナンバー、インテジャー型を追加します。変数ファーストローナンバー、セットノードを配置します。変数ネームファンド、セットノードにつなぎます。変数ローナンバー、ゲットノードを配置します。変数ファーストローナンバー、セットノードにつなぎます。検証用にプリントストリングノードをつなぎます。もう一つ検証用にプリントストリングノードをつなぎます。変数 NPCID、ゲットノードを配置します。インストリングピンにつなぎます。8-4、次の行を判定。データテーブル内の NPC 名と NPC から取得した NPC 名が不一致の時は、次の行を判定します。変数ローナンバー、ゲットノードを配置します。アドノードをつなぎます。下のピンを1にします。変数ローナンバー、セットノードを配置します。アドノードをつなぎます。
ブランチノードのフォールズにつなぎます。カスタムイベント EV ファーストローナンバーをつなぎます。8の5、データテーブル内に一致する NPC 名がないとき、変数ネームファンド、セットノードを配置します。フォールズにします。ローノットファンドピンにつなぎます。検証用にプリントストリングノードをつなぎます。インストリングにノットファンドと記述します。8の6、NPC アクションリストの非表示。セリフがない NPC はアクションリストが表示されないようにします。変数 UMGNPC アクションリスト、ゲットノードを配置します。セットビジビリティノードをつなぎます。インビジビリティを配電にします。プリントストリングノードにつなぎます。変数リストオープンを配置します。フォールズにします。セットビジビリティノードにつなぎます。8の7、デフォルト値。NPC 情報の取得にデフォルト値を追加します。変数ローナンバー、セットノードを配置します。1を記入します。イベント BPINPC トークノードにつなぎます。変数フレームクローズド、セットノードを配置します。変数ローナンバー、セットノードにつなぎます。トゥルーにします。カスタムイベント EV ファーストローナンバーをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。NPC 名と最初の行番号が取得できたみたいですね。9、セリフフレームの表示条件。現在、どこでもいいキーを押せば、セリフフレームが表示します。操作キャラクターを開きます。セリフフレームの表示する条件を指定します。アクションリストが表示されている。かつ、NPC 名が一致している。かつ、セリフフレームが表示されていない。その時に、いいキーを押せるようにします。1、NPC アクションリスト表示判定。ブランチノードをいいキーにつなぎます。変数リストオープン。ゲットノードを配置します。コンディションにつなぎます。2、NPC ネーム判定。ブランチノードをトゥルーにつなぎます。変数ネームファンド。ゲットノードを配置します。コンディションにつなぎます。3、セリフフレーム表示判定。ブランチノードをトゥルーにつなぎます。変数フレームクローズド。ゲットノードを配置します。コンディションにつなぎます。検証用にプリントストリングノードをつなぎます。インストリングにイオーカと記入します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。アクションリストが表示されている時しか、いいキーが反応しなくなりましたね。10、ネクストロー判定と表示。データテーブルの次の行が、同じ NCP 名かどうかを判定します。操作キャラクターを開きます。同じ場合、次の行のセリフを表示します。異なる場合、セリフフレームを閉じる処理に移行します。エンターキーを押すと次の行を判定するようにします。エンターキーを配置します。10-1、セリフフレーム表示判定。セリフフレームが表示されている時に、エンターキーが押せるようにします。ブランチノードをつなぎます。変数フレームクローズド。ゲットノードを配置します。コンディションにつなぎます。10-2、次の行へ。変数ローナンバー。セットノードをブランチノードのフォールズにつなぎます。変数ローナンバー。ゲットノードを配置します。アドノードをつなぎます。下のピンに1を記入します。変数ローナンバー。セットノードにつなぎます。10-3、ネクストロー NPC 名。データテーブルで次の行の NPC 名を取得します。ゲットデータテーブルローノードを配置します。変数ローナンバー。セットノードにつなぎます。データテーブルで DTNPC トークを指定します。変数ローナンバーゲットノードを配置します。変数ローナンバーゲットノードより2ストリングノードを配置します。ローネームにつなぎます。
アウトローピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。変数 NPCID、セットノードを配置します。ローファンドにつなぎます。アウトロー NPCID につなぎます。10-4、NPC ネーム判定。ネクストローの NPC 名と NPC から取得した NPC ネームが一致するか判定します。ブランチノードをつなぎます。変数 NPCID、セットノードよりイコールノードを配置します。変数 NPC ネーム、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。コンディションにつなぎます。10-5、ネクストローの表示。ネクストローの NPC 名と NPC から取得した NPC ネームが一致したとき、ネクストローを表示します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードよりカスタムイベント EV セリフフレームを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数 NPCID、ゲットノードを配置します。UNPC ネームピンにつなぎます。U セリフピンをアウトローセリフピンにつなぎます。10-6、ネクストローがない、または不一致の時、変数ネームファンド、セットノードを配置します。フォールズにします。ブランチノードのフォールズにつなぎます。また、ローノットファンドピンにつなぎます。検証用にプリントストリングノードをつなぎます。インストリングにノットファンドと記入します。11、セリフフレームのクローズ。セリフフレームを閉じます。カスタムイベント EV セリフフレームフィニッシュを作成します。カスタムイベント EV セリフフレームフィニッシュをネクストローがないときにつなぎます。11-1、セリフフレームの非表示。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、Remove from Parent ノードを配置します。カスタムイベント EV セリフフレームフィニッシュにつなぎます。変数フレームクローズド、セットノードを配置します。Remove from Parent ノードにつなぎます。True にします。11-2、リピート。セリフフレームを閉じた後でも、開けるようにします。変数ファーストローナンバー、ゲットノードを配置します。変数ローナンバー、セットノードを配置します。変数ファーストローナンバー、ゲットノードを変数ローナンバー、セットノードにつなぎます。変数フレームクローズド、セットノードにつなぎます。変数ネームファンド、セットノードを配置します。True にします。変数ローナンバー、セットノードにつなぎます。セリフフレームの表示条件の最後に、カスタムイベント EV セリフフレームフィニッシュをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。それぞれの NCP に対して、セリフの表示、非表示ができてますね。12、セリフフレーム表示時の演出、操作キャラクターを開きます。キーイベントの後ろにつなぎます。12-1、NPC アクションリストの非表示。セリフフレームを表示している間、アクションリストを非表示にします。変数 UMG-NPC アクションリスト、ゲットノードを配置します。変数 UMG-NPC アクションリスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードをつなぎます。インビジビリティをハイデンにします。セリフフレームの表示条件につなぎます。12-2、カメラ切り替え。プレイヤーから NPC。セリフフレームを表示している間、NPC のカメラに切り替えます。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットビューターゲットウィズブレンドノードを配置します。セットビジビリティノードにつなぎます。変数 NPC カメラ、ゲットノードを配置します。変数 NPC カメラ、ゲットノードより、ゲットオーナーノードを配置します。ニュービューターゲットピンにつなぎます。12-3、プレイヤーメッシュの非表示。セリフフレームを表示している間、操作キャラクターを非表示にします。メッシュコンポーネントを配置します。メッシュコンポーネントより、
セットビジビリティノードを配置します。セットビューターゲットウィズブレンドノードにつなぎます。ニュービジビリティをオフにします。12の4、プレイヤーの動き停止。セリフフレームを表示している間、操作キャラクターの動きを止めます。キャラクタームーブメントコンポーネントを配置します。キャラクタームーブメントコンポーネントより、ディセイブルムーブメントノードを配置します。セットビジビリティノードにつなぎます。最後に、EV セリフフレームノードをつなぎます。13、セリフフレームクローズ時の演出。カスタムイベント EV セリフフレームフィニッシュに記述していきます。セリフフレームを閉じた時の演出を追加します。13の1、プレイヤーの再起動。セリフフレームを閉じると、再び操作キャラクターが動くようにします。キャラクタームーブメントコンポーネントを配置します。キャラクタームーブメントコンポーネントより、セットムーブメントモードノードを配置します。ニュームーブメントモードをウォーキングにします。EV セリフフレームフィニッシュノードにつなぎます。13の2、プレイヤーメッシュの表示。セリフフレームを閉じると、操作キャラクターを表示します。メッシュコンポーネントを配置します。メッシュコンポーネントより、セットビジビリティノードを配置します。セットムーブメントモードノードにつなぎます。ニュービジビリティをオンにします。13の3、カメラ切り替え。NPC からプレイヤー。セリフフレームを閉じると、プレイヤーのカメラに戻します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットビューターゲットウィズブレンドノードを配置します。フォローカメラコンポーネントを配置します。フォローカメラコンポーネントより、ゲットオーナーノードを配置します。ニュービューターゲットピンにつなぎます。セットビジビリティノードにつなぎます。13の4、NPC アクションリストの表示。セリフフレームを閉じると、アクションリストを表示します。変数 UMGNPC アクションリスト、ゲットノードを配置します。変数 UMGNPC アクションリスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードをつなぎます。インビジビリティをビジブルにします。セットビューターゲットウィズブレンドノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。セリフフレーム時にカメラがズームして NPC だけを映してますね。14、効果音。効果音を追加します。操作キャラクターを開きます。14の1、効果音1、ファーストローナンバーの取得の最後に追加します。プレイサンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。両番号と NPC 名の取得につなぎます。14の2、効果音2、いいキーイベントのセリフフレームの表示条件の後に追加します。プレイサンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。14の3、効果音3、ネクストロー判定と表示のエンターキーに追加します。セリフフレーム表示判定の後ろに追加します。ブランチノードのホールズより、プレイサンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。コンパイルして保存します。設定ファイル。
なんとかできましたね。NPC との会話で時には個性的なものがあったりしますよね。NPC との会話は非常に楽しいですね。NPC と会話するメリットは、ストーリー進行と情報伝達。NPC との会話はゲームのストーリーを進めるために重要です。NPC からストーリーのヒントや背景情報を得ることで、物語が理解しやすくなります。親密度の向上。一部のゲームでは、NPC との会話を通じて親密度を高めることができます。親密度が上がると、特定の報酬やクエストが解放されることがあります。ユニークなキャラクターとの交流。NPC の個性やバックストーリーを知ることで、ゲームをより楽しめることができます。クエストやサブイベントの発見。NPC との会話はクエストやサブイベントのヒントを提供することがあります。NPC からの情報をもとに、新しい冒険を始めることができます。世界観の探索。NPC はゲーム世界の一部であり、NPC との会話を通じて世界観を探索できます。NPC が住む場所や文化、歴史を知ることで、ゲームの深みが増します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。